今日は冷凍いちごジャム、クッキングノートではなくアメリカンホームクッキングという料理本からレシピをご紹介したいと思います。この本は日本で40年近く宣教師としてご奉仕なされたデュプリー先生の奥様、ジョアン・デュプリー先生が1993年に執筆出版されたものですが、それよりもさらに遡るところ6年、1987年に先生から料理教室で直接私が教わった内容が記されています。そのことを先日ふと思い出して本棚からこれを引っ張り出してきました。先生から贈呈されたものを含めてなんと4冊も同じ本を私持ってました。先生の料理は独創的なものばかりで、アメリカの家庭料理を日本で手に入る食材、それもお菓子とかインスタント食品、缶詰などを使って美味しく仕上げるというアイデアいっぱいのものでした。しかし出版から27年経った今、この本は絶版となり手に入れることはなかなか難しくなっています。そこでこの本のレシピを再び私が南米から日本やアメリカを含む全世界に発信してはどうかとアメリカに住む息子さんに連絡をしましたら、とても喜んでくださいました。折しも昭和レシピチャンネルに英語字幕が付けられましたので、タイミングとしては最高です。なんだか昭和レシピチャンネルのプロジェクトを最初ひらめいた時と同じような興奮でした。しかし先生はまだご健在なのでしょうか。私はあれから事情あって元いた所属から離れアウトローな人生を選びましたから、お世話になった方たちの消息を知ることができなかったのです。怖かったですが、恐る恐る息子のステファンさんに尋ねてみました。そしたら恐れることはないと私のことを気遣いつつ、6年前にジョアンさんが他界、ご主人も3年前にそれぞれ83歳と86歳で天に召されたことを教えてくださいました。できれば先生のおかげですと私の料理チャンネルを見ていただきたかったですが、将来天国で再会した時に感謝と報告をさせていただくことにいたしましょう。日本のために生涯の大部分を捧げて奉仕してくださったことを本当に感謝いたします。いちごのヘタを取っていきます。しかしデュプリー先生のことを思い出して本当にすごい奇跡を感じますね。先生は1956年からかな、日本にいらして40年近く日本のために生涯を捧げられました。そして後半はですね、西宮に住まわれて関西で料理教室を十何か所かで開かれていたようですけれど、そのうちの一つが私がいたところなんですね。思い出しましたね。このいちごを使って煮ないで作るジャムということで、そんなジャムがあるのかと当時驚いたのを覚えてますけど、冷凍して保存することができるので年中食べることができるんですね。私が結婚してからも妻がこの本を見てとても気に入って何度か日本にいる時も作ったんですけど、随分時が流れてこのことを忘れてました。アレグアのいちごを使ってジャムを作りたいと思います。もう贅沢に白いとこは大きく切って取っちゃいます。ジャムですからもう多少柔らかくても大丈夫ですね。傷みかけてるいちごでも使っちゃいます。それではこのボウルにいちごを潰して入れていきます。いくつか入れて潰す。これ日本のいちごスプーン、日本で買ってきましたけど便利ですね。いちごを潰す丈夫なスプーンです。パラグアイのスプーンでやったら多分スプーンの方が潰れちゃいますね。柔らかいのでこれはとっても丈夫です。やっぱり
、ここに砂糖を入れて5分ほど置きます。混ぜ合わせておいておきますね。いっぱい砂糖使います。グラニュー糖とレシピにありますけど、なかなかちょっと手に入らなかったので普通の白い砂糖を使ってます。じゃあこれで5分ほど置いときます。その間にペクチンを作ります。 240cc の水にペクチンを入れて火をつけます。弱火にしますね。で1分ぐらい混ぜながら、忘れましたね、先生に教わった時のどんな内容だったか。これでよかったのかな。間違ってたら教えてください。どなたか先生から教わった人も見てると思うので。でこれを火を止めてこちらに入れていきます。こんなにペクチン硬くていいのかな。どなたか教えてください。でもこれで3分間混ぜるようです。はい、それではこれを保存します。はい、ギリギリですね。蓋します。でこのまま24時間置きます。はい、1日経ちました。開けます。これを冷凍したいんですけども、ちょっと分離多少してますので、もう一回ちょっとよく混ぜて、冷凍したのを解凍しながら食べていきますので、平らな入れ物に入れていきたいと思いますね。でこれは冷凍保存でもうすぐに冷凍しちゃいます。冷蔵庫で保存しながらパンに塗ったりアイスクリームにのっけたりホットケーキにのせたりして食べたいと思います。これはこの小さい器にとって冷蔵庫に保存します。この2内で作るジャム、冷凍ジャムというのは、いちごやその果物の風味を損なわずにそのまま新鮮に食べられるというのがいいんですね。これが驚きです。デュプリ夫人のアイデアですね。一年中新鮮な風味を味わうことができます。このパンジャムをのっけて食べてみます。美味しい。私が韓国へ留学する時も送別会に来てくれました。その時のこれ写真です。はい、冷凍いちごジャムの完成です。世界から日本へ、日本から世界へ、昭和レシピチャンネルは世界の食文化の幅を広げ潤していきたいと思います。また先生お会いいたしましょう。Nos vemos. チャオチャオ。